行動心理に関する雑学。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、言葉によるアプローチではなく無意識の行動や身体の反応にはっきりと現れる。人間の脳や本能は本当に相性がよく惹かれ合う相手を察知すると、自分たちの意思とは関係なく特別なサインを出し合うのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、お互いが本能レベルで強烈に惹かれ合っている時の決定的な証を詳しく解説していく。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、2人で会話している時に呼吸のタイミングや話すテンポが自然と完璧にシンクロすることだ。相手に合わせようと意識していなくても、お互いの発言のタイミングや相槌の打ち方が驚くほど心地よく一致してしまうのだ。これは心理学でペーシングやミラーリングと呼ばれる現象が本能レベルで同時に発生している非常に珍しい状態である。言葉の壁を越えてお互いの波長が完璧に重なり合っていることこそが強烈に惹かれ合っている何よりの証明なのだ。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、二人きりでいる時にどれだけ長く見つめ合っても全く気まずさを感じないことだ。普通の相手であれば数秒以上目が合うと視線をそらしたくなるが、惹かれ合う二人は吸い込まれるように目が離せなくなる。視線を交わすことで脳内に大量の快楽物質が分泌され、お互いの存在をより深く確認し合おうとする本能が働くのである。言葉がなくても目を見るだけでお互いの気持ちが通じ合う。その絶対的な安心感こそが特別な絆で結ばれた証拠なのだ。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、複数人で会話している時でもお互いのパーソナルスペースが自然と消滅してしまうことだ。他の人が入ってこれないような独特の距離感で、気づけばいつも二人の世界を作り出し周囲を置き去りにしてしまう。これはお互いの防衛本能が完全に解除され、相手を自分の体の一部のように自然に受け入れている状態を意味している。物理的な近さはそのまま強烈な性的魅力や独占欲の表れであり、二人が惹かれ合う引力の強さを証明しているのである。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、LINE のやり取りにおいてどちらかが無理につなぎ止めなくても会話が永遠に途切れないことだ。他愛のない日常の報告であってもお互いが返信を心待ちにし、息をするように自然なラリーが何日も続いていくのだ。お互いの関心の高さが完全に一致しているため、既読スルーなどの駆け引きや不安を感じる隙が一切生まれない。文章の熱量や返信のスピードが完璧にシンクロするその心地よさこそが、魂のレベルで惹かれ合っている確固たる証拠なのだ。実は男女の間で強烈に惹かれ合っている証は、相手の体臭やまとっている空気感を本能的に心地よいと感じて引きつけられることだ。これは遺伝子レベルで自分とは異なる免疫タイプを持つ最高の相棒を脳が正確に嗅ぎ分けている科学的なサインである。香水の匂いではなくその人が持つ固有の匂いに対して無性に安心したりもっと近づきたいと強く感じたりするのだ。遺伝子が子孫を残すために選び抜いた運命の相手だからこそ、理屈抜きで抗えない強烈な引力が発生するのである。恋愛心理に関する雑学。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、一見すると何気ない日常の行動の中に隠されている。女性の脳は本当に好きな男性に対してだけは、嫌われるリスクを冒してでも自分の本音を伝える特別なサインを出すのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、あなたを本気で好きだからこそ女性が勇気を出してみせる決定的な行動を解説していく。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、自分の家族の話題や子供の頃の失敗談など深いプライベートの話を自ら明かすことだ。女性にとって自分のルーツや格好悪い過去を話すのは、相手を完全に信頼し自分の全てを受け入れてほしいという心理の表れである。どうでもいい男性には表面的な世間話しかしないが、好きな人には一歩踏み込んだ特別な存在になってほしいと願うのだ。自分の内面を包み隠さずオープンにしてくれるその姿勢こそが、あなたを本気で意識している何よりの証明なのである。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、
LINE のやり取りで会話を終わらせるスタンプが来ても別の話題を振ってつなぎ止めることだ。通常はスタンプが来ればやり取りを終了させるが、好きな男性とは1分1秒でも長くつながっていたいという本能が働く。お休みと会話が途切れたはずなのに、翌朝に「おはよう」と彼女の方から新しいメッセージを送ってくるのも同じ心理だ。無理にでもラリーを続けようとするそのけなげな行動の裏には、あなたと離れたくないという強い恋心が隠されているのだ。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、二人きりでデートをした後に相手の姿が見えなくなるまで何度も振り返り手を振ることだ。楽しい時間の余韻に浸りながら少しでも長く、あなたの存在を目に焼き付けたいという名残惜しさが行動にあふれ出している。興味のない男性が相手なら駅の改札を通った瞬間にスマホを見たり足早に去っていったりするのが現実である。何度も振り返りながら愛おしそうにこちらを見つめる。その引き止めるような視線こそが本気の行為の証拠なのである。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、あなたが何気なく話した小さな趣味や好みのタイプを完璧に覚えていて行動に移すことだ。以前に「このお菓子好きなんだよね」と話した内容を覚えていて、次に会う時にサプライズでプレゼントしてくれたりする。これは心理学で選択的注意と呼ばれる現象であり、大好きなあなたの情報だからこそ脳が最優先で記憶している状態だ。あなたの好みに自分を合わせたい、あなたの喜ぶ顔が見たいという一途な思いがその高い記憶力に現れているのである。実はあなたを好きじゃないと女性がしないことは、他の男性と話している時とは明らかに違う少し高くて可愛い声や照れた表情を見せることだ。好きな男性の前では無意識に女性としての魅力をアピールしようとして、声のトーンが自然と上がってしまう生き物なのだ。また目が合った瞬間に顔をあからめて視線をそらしたり、緊張で少し不器用な仕草になってしまうのも行為の裏返しである。他の人には見せないその無防備で特別な愛らしさこそが、あなたにだけ心を開いて恋に落ちている最大のサインなのだ。恋愛心理に関する雑学。実は恋人ができる前兆は、降って湧いた幸運ではなく身の回りの環境や精神状態の劇的な変化として現れる。人間の脳や本能は人生の大きな転機や新しい出会いを無意識のうちに察知すると、その準備のために特別なシグナルを出し始めるのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、あなたの人生に間もなく最高のパートナーが現れる決定的な前兆を詳しく解説していく。実は恋人ができる前兆は、お気に入りのものが突然壊れたり、仲の良かった友人と急に話が合わなくなったりすることだ。これはスピリチュアルや心理学において、人生のステージが変わる時に起こる古いエネルギーのデトックス現象と言われている。これまでの人間関係や持ち物との役割が終わり、あなたの心の中に新しい存在を迎え入れるためのスペースが強制的に作られている状態なのだ。突然の別れや紛失に落ち込む必要はなく、それこそが新たな運命の出会いがすぐそこまで迫っている強力なサインなのである。実は恋人ができる前兆は、日常の中でなぜか異様に眠くなったり、どれだけ寝ても疲れが取れなくなったりすることだ。これは間もなく訪れる人生の重大な転機や運命の相手との出会いに向けて、脳と身体が莫大なエネルギーを蓄えようとしている証拠である。心理学やバイオリズムの観点からも、大きな環境の変化の前には好転反応として強い眠気や気だるさが体に現れることが多いのだ。この時期に無理をせずしっかりと身体を休めておくことこそが、これから出会う大切な人を受け止めるための最善の準備なのである。実は恋人ができる前兆は、恋愛への執着や焦りが消え、一人の時間が最高に充実して毎日が楽しくなることだ。恋人が欲しいという得たエネルギーが消え、自己肯定感が最高潮に高まると、人間は内側から圧倒的な魅力を放ち始める。これは心理学で引き寄せの法則の土台が完成した状態であり、満たされたあなた自身のオーラが同じように素敵な人を引き寄せるのだ。誰かに依存しなくても幸せだと思えるその精神的な自立こそが、
最高の恋人を引き寄せる最大の磁石となるのである。実は恋人ができる前兆は、趣味や仕事の好みがガラリと変わり新しいジャンルに挑戦したくなることだ。脳のアンテナがこれまでとは違う方向へ向くのは、新しいパートナーが活動している領域へあなたを無意識に導こうとしているからである。新しい場所へ足を運んだり新しいコミュニティに参加したりする。フットワークの軽さがそのまま運命の交差点となるのだ。自分の直感に従って行動範囲を広げたその先に、あなたを待っている生涯の恋人との出会いが隠されているのである。実は恋人ができる前兆は、周囲から雰囲気が変わったねと褒められたり異性に声をかけられる機会が急増することだ。あなたの内面の充実やエネルギーの満ち足りた状態が表情や仕草に現れ、周囲の人々を引きつけるフェロモンとなって放出されているのだ。これは本能レベルであなたの魅力が最大化しているサインであり、恋愛の打率が最も高まっている奇跡的なボーナスタイムである。周りからの好意的な視線を素直に受け入れ、笑顔で過ごすだけで理想の相手との距離は一気に縮まっていくのである。